今日はコーンクリームコロッケを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はコーンクリームコロッケを作りたいと思います。はい、ということで今回は衣がサクサクで中がとても濃厚なコーンクリームコロッケを作っていきます。コーンクリーム自体を滑らかに仕上げる方法や、あとは油で上手に揚げるコツもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにコーンクリームコロッケの中身の材料からご紹介します。材料はこちらです。コーンの缶詰、玉ねぎ、牛乳、薄力粉、有塩バター、顆粒コンソメ、お砂糖、塩、胡椒、こちらの材料で作っていきます。まずですね、コーンの缶詰に関しましては、水を切っていただいて 150g 用意してください。こちらのグラム数に関しましては、多少前後していただいても大丈夫です。あと今回のポイントなんですが、味付けにお砂糖を加えていきます。そうすることで甘みが加わってとても美味しい仕上がりになります。それでは続いて、衣の材料とその他の材料をご紹介していきます。材料はこちらです。パン粉、薄力粉、卵、お水、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。まずですね、こちらの衣に関しましては、バッター液を作って、その後パン粉をまぶしていきます。このバッター液というのは、薄力粉、卵、お水で作ることができます。こちらを混ぜてバッター液を作っていただくことで、衣が均一に綺麗につくことができて、とてもサクサクっとした仕上がりになります。そして今回使用するパン粉なんですが、細かめのパン粉を使っていきます。こちらはね、普通の粗めのパン粉を使っていただいても OK です。お好みのパン粉を使ってみてください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まず最初に玉ねぎをみじん切りにしていきます。みじん切りのやり方はやりやすい方法で行ってください。では刻んでいきます。はい、玉ねぎはこのようにみじん切りにしてください。それではフライパンを用意してください。ここにまずバターを入れます。そして火にかけます。火にかけたら玉ねぎも一緒に加えましょう。そしてまずね、玉ねぎを炒めていきます。今回ね、玉ねぎをみじん切りにしてるんですが、薄切りでも OK です。バターをね、なじませながら炒めましょう。火加減は中火です。この時にね、玉ねぎは焦がさないように注意してください。なのでちょっと火加減強いなと思ったら弱めの中火ぐらいで炒めていただいても大丈夫です。はい、こんな感じでね、バターが溶けました。そしたらこのままね、玉ねぎに火が通るまで炒めていきます。はい、 OK です。玉ねぎにね、火が通ったら一度火を止めます。火を止めたらここに薄力粉をふるって加えます。薄力粉はダマにならないように必ずふるって加えるようにしてください。かつ火を止めた状態で入れないと焦げてしまう時があるので、必ず火は止めてください。では加えます。加えたらですね、あとは火にかけない状態で一度混ぜてください。ダマができないようにちょっとね、こうすり込むイメージでこうやって混ぜてください。このように粉っぽさがなくなってひとまとまりになれば OK です。そしたらね、火にかけます。火加減は弱火です。このままだいたい1分ぐらい混ぜながら薄力粉に火入れしていきます。この時ね、焦がさないようにだけ十分に注意してください。フライパン全体に広げながらね、火入れしていきましょう。これをね、強めの火でやってしまうとすぐ焦げてしまうので、火加減はね、注意しながら炒めてください。はい、1分ほど火入れしました。そしたらね、もう一度火を止めてください。焦げないようにね、一度軽く火を止めたまま混ぜてください。慣れてる方はね、火をつけたままやっていただいていいんですが、一回一回ね、火を止めていただくと焦がしてしまうことがないので、失敗なくできると思います。 OK です。そしたらですね、ここにまずね、少しだけ牛乳を加えてください。牛乳はね、一度に加えるとダマになってしまうので注意しましょう。入れたらね、まだ火にかけない状態です。これで玉ねぎとなじませていきます。ちょっとずつね、緩めていくイメージです。はい、で水っぽさがなくなったらまた牛乳を加えます。まだね、火にかけない状態で OK です。そしてなじませていきます。
牛乳もですね冷たい状態だとダマになりやすいので、作り始める時に冷蔵庫から出していただくとちょうど良くなると思います。このようにまとまったらまた加えます。そして混ぜます。はい、でまた混ざったら加えます。このように少しずつね牛乳の量も増やしながら混ぜていきます。一手間なんですけれども、こうやっていただくことでとても滑らかなねクリーム状に仕上がります。はい、だんだんねとろうとしてきましたね。また加えます。混ぜます。そしてまた加えます。ポイントはですね、火にかけない状態で牛乳を合わせていくことです。火にかけながらやってしまうとね、どうしても焦げちゃったりとか、あとはダマになりやすいので、このようにね止めていただくことで滑らかなね仕上がりにすることができます。あと作業も焦らずできるので、火を止めてやってみてください。はい、そして最後牛乳を加えます。そして混ぜましょう。はい、OK です。しっかり混ざったらもう一度火にかけてください。火加減はね弱めの中火です。このままですね、まず1分ほど火入れしてください。そして粉類と牛乳をなじませていきます。加熱してる最中は必ずこのように混ぜながら加熱してください。はい、で1分くらいして鍋肌がねふつふつしてきたら、ここに顆粒のコンソメ、そしてお砂糖、あとは塩コショウですね加えます。そして混ぜます。はい、でコンソメなどが混ざったら、ここにコーンの缶詰を加えてください。そしてよく混ぜます。はい、でこのままね少し水分を飛ばしながら弱めの中火で加熱していきます。もしね焦げそうになった時はね弱火で加熱してください。はい、 OK です。今ねだいたい2分ほど加熱しました。ゴムベラでスーッとなぞった時にこのようにね鍋底が見えれば OK です。このぐらいぽってりとするまで火入れしてください。そしたら火を止めます。ここでね一度味見をしていただいて、塩コショウで味の濃さは整えてください。こんな感じでぽってりとする感じですね。このぐらいの硬さを目安にしてください。ホワイトソースよりもねちょっとぼってりとした感じになります。それではねこちらを一度バットに開けます。ではバットを用意してください。この中に入れます。はい、そして全体に広げましょう。はい、そしてこのように平らに伸ばしてください。それではね表面にピタッとラップを貼り付けます。これは乾燥を防ぐためにピタッと貼り付けてます。こんな感じですね。はい、で今ねすごく熱々の状態なので、粗熱を取ってその後冷蔵庫で1時間しっかりと冷やします。はい、冷蔵庫で1時間冷やし終わりました。そしたらラップを剥がします。こんな感じでねしっかりと固まってます。それではね今回8個分なので、こちらを8等分にしていきます。大体で OK です。はい、こんな感じで8等分にします。それでは丸めていきます。丸める時なんですが、手に薄くサラダ油を塗ってください。そうするとねくっつきにくくなります。ではねこちら1かけら取ります。そしてこれをね俵型にしていきます。この時ね空気が入らないようにきつめにね丸めてください。はい、このように丸めていきます。それでは残りも同じように丸めます。丸める時はねその都度ね手にサラダ油を塗っていただくといいかなと思います。はい、このように丸めました。こんな感じでねお好みの大きさに丸めてください。それではね衣をつけていきます。ではまずはじめにね先ほど言っていたバッター液を作っていきます。ボウルに卵を割り入れます。そして軽く溶きほぐします。溶きほぐしたらここにお水を加えます。そしてよく混ぜましょう。そしてよく混ぜたらここに薄力粉を加えます。振るわずにねそのまま入れちゃって OK です。そして混ぜます。ダマができないようにしっかり混ぜてください。はい、よく混ざれば OK です。これでねバッター液の完成です。それではバッター液パン粉の順番でつけていきます。まずねこちらをバッター液につけます。はい、で全体につけたら軽く切って、そしてパン粉の上に乗せてください。あとはね全体にパン粉をまぶします。パン粉をまぶしたらキュッとね軽くねパン粉を押さえつけながら形を整えます。
はい、こんな感じです。このようにパン粉をまぶしてください。それではね、残りも同じようにパン粉をまぶしていきます。はい、このように全部パン粉をつけました。それではね、揚げていきます。まずね、フライパンの底から 1.5 センチから2センチほどの油を注ぎ入れます。そして火にかけます。今回は170度ぐらいの温度で揚げていくので、それまで油を温めます。はい、それではね、適温になったので揚げていきます。目安としては、菜箸を入れた時に菜箸の先からプクプクプクっと細かい泡が出るぐらいですね。そのぐらいになれば OK です。それではね、やけどしないように入れていきます。ちょっと形を整えてから入れましょう。このままあとはいい揚げ色がつくまで揚げていきます。一度入れたらですね、すぐね転がさないようにしてください。すぐ転がしてしまうと衣がね散らばりやすくなります。だいたい1分ぐらいはねそのまま揚げてください。揚げてる最中はね、油跳ねには十分に気をつけて揚げるようにしてください。先ほどね丸める時にも言ったんですけれども、丸める時に空気が入ってると破裂しやすくなるので、必ず空気はしっかり抜いて丸めるようにしてください。ではね、1分ぐらい経ったので転がします。最初はね170度ぐらいから揚げ始めて、あとはね170度から180度ぐらいの温度で火加減を調整しながらね揚げていってください。だいたいね3分ほど揚げていきます。あんまり揚げすぎると今度はねこちらも破裂の原因になるので、本当にね揚げすぎには注意してください。温度も高すぎるとねこれも破裂の原因になるので、温度管理もねしっかり行うようにしてください。はい、今ね3分ほど経ちました。このようにいい揚げ色になったものから取り出していきます。はい、このように美味しそうに揚がりました。衣もサクサクです。それでは残りも同じように揚げていきます。はい、こんな感じで美味しそうに揚げ上がりました。それではこのまま3分ほど油を切ります。はい、これでコーンクリームコロッケの完成です。こんな感じに仕上がりました。中身はこんな感じでコーンがたっぷり入って美味しそうに仕上がってます。そして衣はサクサクです。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。中のコーンクリームがすっごく濃厚です。そして衣もサックサクです。程よい甘さがあってすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のコーンクリームコロッケのポイントです。まずですね、玉ねぎを炒める時なんですけれども、バターを加えてその後は焦がさないように炒めてください。そして玉ねぎに火が通ったらその後薄力粉を加えるんですが、この薄力粉を加える時は必ず火を止めて、その後ですねふるいながら加えるようにしてください。これをねそのままドバッと入れてしまうとダマになってしまう原因になるので、できればね茶こしやあとはざるなどでふるって加えるようにしてください。そして薄力粉を絡める時もそのまま火を止めて絡めるようにしてください。そうすることでダマができにくくなったり、あとはですね焦げてしまうのを防止することができます。そしてしっかり馴染んだらその後火にかけてだいたい1分ほど火入れしてください。そしてその後牛乳を加えるんですけれども、牛乳を加える時も必ず火を止めて、そして少しずつ加えるようにしてください。こちらの牛乳もですね一度に加えてしまうとダマになる原因になりますので、少し加えたら馴染むまでしっかり混ぜて、そしてまた少しずつ加えてだんだん伸ばしていくようにしてください。そして最後まで牛乳を入れたらその後味付けをして、そしてコーンの缶詰を加えるようにしてください。このコーンの缶詰を入れる時は必ずね水切りして加えるようにしてください。そしてその後ですね火入れするんですけれども、ホワイトソースよりも少し硬いぐらいの硬さになるまでしっかりと水分を飛ばしながら火入れしてください。この時もですね焦がさないように絶えずね混ぜ続けながら加熱するようにしてください。そして出来上がった後はバットなどに出して上にピタッとラップを貼り付けて、しっかりと粗熱を取ってから冷蔵庫で1時間冷ましてください。そうするとですね丸めやすい硬さになります。そして丸める時はですね手に薄くサラダ油を塗っていただくとくっつきにくくなります。そしてパン粉をつける時なんですが、今回はバッター液を使いました。
このバッター液を使っていただくとまんべんなく衣をまぶすことができて、とてもサクサクな仕上がりになります。そして揚げる時のポイントです。揚げる時はですね、170度ぐらいの温度から揚げ始めて、揚げてる最中はだいたい170度から180度ぐらいの温度をキープしながら揚げるようにしてください。この時ですね、揚げ時間が長くなってしまうと破裂する原因になってしまいますので、3分以上は揚げないようにしてください。今回私はね3分ぐらい揚げたんですが、だいたい2分から3分ほど揚げていただくといいかなと思います。ただですね、揚げ物をしている時は必ずね、油跳ねには注意しながら揚げるようにしてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。サクサク濃厚でとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はコーンクリームコロッケを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。